にちは。今日はこれからパン作りをします。今日作るパンはウインナーがあるのでお惣菜パンを作ろうと思ってレシピを見ながら作るんだけど、材料は常温に戻すって書かれてたので、豆乳と卵は冷蔵庫から出して常温に戻していました。材料を測っていきます。バターを常温に戻すの忘れてました。なので加熱しすぎないようにレンジで温めます。バターが 15g ですね。本当は無塩バターが必要だったんだけど、今家にあるのが有塩のバターなので、レシピにある塩 2g は 1g だけ入れることにします。 15g ってどれぐらいだろう。これだと大きいか。ちょうど 15g です。500W で10秒ぐらい加熱します。これぐらい柔らかくしました。で、強力粉を 150g 入れる。きび砂糖も入れます。で、お塩が 1g。さっき溶かしたバター。レシピでは牛乳だけど、私は豆乳を入れます。最後に卵。あとはホームベーカリーにセットするだけです。さっきの中途半端に余ったバターは1回分くらいに切っておきます。で、これを冷凍しておくとめっちゃ便利なんですよ。でも全部切るんじゃなくて半分くらいは残そうかな。またパン作りとかお菓子作りで使うかもしれない。できるだけ洗い物を増やしたくないから、まな板なしで切っちゃいました。プレスシールを広げて上にバターをのせていきます。プレスンシールでバター保存すると使う時もすごい取り出しやすいからおすすめ。朝ごはんに食パン食べたい時とか、これをね、バターを冷凍庫から1個だけ取り出して、でそのままパンと一緒にトースターで焼くだけでも食べられるんです。ちなみにパンは今ホームベーカリーで発酵してるところです。ハサミでカットする。こんな感じ。使うときはこうやって押し出すだけですぐ出てくる。こんな感じでできました。プレスンシールがちょっと足りなかったから、これはもうそのまま冷蔵庫に入れちゃいます。で、またしばらく経っても使わなそうだったらこんな感じでプレスンシールで冷凍保存します。パンの発酵をしている間に最近あった話をしたいんだけど、去年の冬頃から新しい炊飯器が来て、メインチャンネルではお話ししたけど、妹カップルが私たちの結婚祝いに炊飯器を送ってくれたんですよ。この炊飯器で炊くご飯がめっちゃ美味しくて、
今まで私が一人暮らしの時から使っていた炊飯器も全然ご飯は美味しいって思ってたし、毎日食べてたんだけど、新しい炊飯器を使ってからはやっぱりお米のふっくら具合とかご飯の甘さとかが変わってくるんだなって思って、炊飯器一つでこんなにご飯が変わるんだってびっくりしました。最近炊飯器の内蓋の部品をなくしちゃったんですよ。ここのね、真ん中のちょっと下らへんのところに穴があるんだけど、ここにグレーの丸いシリコンの不圧パッキンっていうものがあって、内蓋を洗ってる時にいつの間にか紛失しちゃったんですよ。気づいてすぐにキッチンの生ゴミ捨てるところとか見たり、その時あったゴミ袋の中とかも探してみたんだけど見つからなくて、もしかしたら数日前から不圧パッキンがなくなっちゃってて、気づかずにずっと炊飯器使ってたのかなって思って、ネットで探したらその部分だけ売られてたからすぐ注文して、で今は無事不圧パッキンをつけて毎日ご飯を炊いてます。それがこれなんだけど、もうこんなちっちゃいんですよ。だからなくなったのも全然気がつかなくて、でいつもねここにこうやって差し込まれてたんだけど、これが意外と簡単に取れちゃうから、次からなくさないように気をつけようってことで、この不圧パッキンはいつも別の場所に保管しています。でご飯を炊く時につけて、でまた不圧パッキン外して、これは別で洗ってます。やっぱ不圧パッキンがあるのとないのでご飯の美味しさはそこまで差があるってわけではなかったんだけど、パッキンなしで炊いた時はご飯がところどころ水っぽいなって思うことはあったんだけど、これをつけるとご飯全体がいい感じに炊けてるから、あるのとないので変わるんだなって思って急いで買ってよかったです。この不圧パッキンだけで275円でした。送料も込みで500円ぐらいで購入できました。この部品だけ売られてるってことは、私たち以外にも紛失してこれだけ欲しいっていう方が結構いるんじゃないかなって思ってます。もしね、同じ炊飯器使ってる方はなくさないように気をつけてください。一次発酵が終わったのでガスを抜き6等分にして丸めます。ここから5分のベンチタイムです。5分経ちました。35センチくらいに伸ばすみたい。その伸びるかな。今日の主役のウインナー、これを繰り返します。こんな感じで生地をウインナーに巻いたので、ここから40分ほど二次発酵していきます。思ったよりもうまく巻けました。二次発酵が終わりました。なんでだろう、これだけ巻きがおかしいことになってる。とりあえずこれで焼いていきます。真ん中に浅い切り込みを入れるらしい。でこのくぼみのところにケチャップとマヨネーズをかけるみたいです。お惣菜パン作るの慣れてなさすぎてうまくいくといいけどね。卵を塗っていきます。最初に卵を入れるときに何も考えずに卵を丸ごと1個入れちゃって、でもレシピをよく見たら全卵 20g って書かれてて、で私が入れた卵が 50g も入ってたから、慌てて卵だけこの容器に移し替えました。それを今やってます。ちょっと卵の量を間違えちゃったから生地が緩くなったのかもしれないですね。でも味が美味しければいいから。
オーブンで190度を13分くらい焼きます。じゃーん、完成しました。ちょっと形がいびつなところもあるけど美味しそう。本日もご視聴いただきありがとうございました。